熊野古道紀伊路の旅、大阪を出発してから3日目になります。前回の終了地点の山中谷駅から今日は出発します。前回通ってきた山中宿の方にちょっともう一度戻ってから出発しようと思います。前回来た時はちょっと暗くなりかけてたんですけど、こちらが山中宿です。非常に古い建物が並んでいて、宿場町の雰囲気がよく残っています。こちらが本陣跡ですね。これですね、山中神社。こちらですね。こちらが山中神社で、こちらに馬目王子ありました。山中谷駅に戻ってきました。ではここから、紀伊路の旅3日目スタートします。行ってきます。熊野古道紀伊路は平安時代から多くの上皇や法皇が熊野詣の際に通った参詣道です。京都から淀川を船で下り、大阪八軒谷浜に上陸した後、熊野九十九王子と呼ばれる神社を巡りながら、和歌山田辺を経て熊野へ向かいました。やがて熊野詣は武士や庶民にも広まり、江戸時代には有の熊野詣と称されるほど多くの人々で賑わいました。現代の紀伊路はかつての巡礼路としての役割は終えつつも、経済文化の幹線として使われ続け、今なお往時の面影を残しています。今回は前回の終了地点の山中谷からスタートし、いよいよ和歌山県に入ります。和歌山市の東部を南下し、紀の川を渡った後は、紀伊路最初の難所とされる藤代坂などの峠を越え、沿道に設けられた熊野九十九王子を巡拝しながら、醤油醸造発祥の地湯浅までを2日で歩く予定です。こちらが山中関所跡。ちょっとここは歩道がないので要注意ですね。こちら日本最後の仇討ち場ということで、1863年に最後の仇討ちが行われたということです。そしてここから和歌山県に入ります。ありました。今日最初の王子、和歌山県に入って最初の王子ですね。中山王子跡です。和歌山県に入るともう王子がたくさんあって、結構よく残ってるみたいですね。ずっと峠道の車道を歩いてきたんですけれども、ここで次の王子、山口王子の看板がありました。こちらが山口王子跡です。ここにスタンプ押印所があります。和歌山県に入ると紀伊路の各所にスタンプが設置されていて、そのスタンプを押して回ろうと思います。山口神社へ近道。
書いてあるんで、近道通ってきましょうか。この先通行止め。これは近道と思ったら逆に遠回りだったというオチですか。ダメか、残念。はい、こちらが山口神社です。はい、ここで喜意寺の方に戻ってきました。はい、次は川鍋王子です。お、これですね。はい、こちらが川鍋王子跡です。はい、このような分岐点では、道路にこういう熊野古道の標識がありますので、それをたどっていけばいいと。こちらですね。はい、こちらが中村王子跡です。はい、近くに力士神社という神社があるので行ってみようと思います。はい、こちらが力士神社です。川鍋王子はここにあったという説もあるようですね。こちらにもスタンプ所があります。この辺りは古いお屋敷が並んでいます。ここに投票がありました。左北大阪道と書いてますね。はい、紀の川に来ました。はい、こちら昔は渡し船があったそうなんですが、今はあそこにかかっている橋を渡って向こうまで行きます。はい、川鍋橋です。はい、こちらに半崎王子跡があります。星谷駅を過ぎたところにあります川端王子に到着しました。はい、こちらですね、川端王子。はい、こっちにも押印所があるのでスタンプをしていきたいと思います。川端王子スタンプをしました。はい、この辺りは分岐のたびにこういう標識が立っているので非常に分かりやすいですね。和佐王子 1.6 キロ。はい、ようこそ熊野古道へ。和佐小学校ですね。こちらは旧中筋家住宅。はい、こちらが和佐王子跡です。はい、矢田峠登り口です。喜意寺歩いてきてこういう峠は初めてかもしれないですね。久々の登りです。
ちらが矢田峠でしょうか。峠といってもそんなに急な登りではないですし、道もほぼ舗装されているので、まあ楽に登ることができます。はい、こちらが平尾王子跡です。はい、こちらが板木曽神社です。はい、鳥居ができたばっかりみたいで新しいです。はい、こちらにスタンプがありました。はい、こちらが名口王子社跡ということで、左側の階段を上ると、これですね。はい、こちらですね、名口王子。次は松阪王子なんですけれども、その途中に、今日最初のコンビニを見つけました。大阪府内を歩いているときは、街道沿いにコンビニがたくさんあったんですけど、和歌山県に入ったらもう全然コンビニがなくて、ちょっとお昼ご飯を食べれてなかったんで、ここでなんかちょっと買っていこうと思います。はい、こちらが松阪王子跡です。毎回見る説明の看板がないですね。はい、こちらが潮見峠です。はい、こっから海が見えたんでしょうか。昔はこっから海が見えたんでしょうね。潮見峠というぐらいだから。はい、こちらが春日神社です。こちらに松代王子の押印所がありました。こちらですね。松代王子です。こちらが松代王子跡です。菩提坊王子跡です。熊野一の鳥居跡ということで、ここに昔鳥居が立っていたそうです。今日はここで終わりにして、海南駅、海南駅まで行って終わりにしようと思います。今日は熊野古道喜地3日目ということで、山中谷からここ海南駅まで歩いてきました。矢田峠と潮見峠という2つの峠があったんですけども、どちらもそれほど急な坂道ではなくて、楽に越えることができました。今日は海南駅近くで一泊して、明日またここからスタートしたいと思うんですが、明日ちょっと天気が悪そうなので、天気と相談しながらどこまで行くか考えようかなと思います。それでは一旦今日はこれで終了です。こちら本マグロの鉄火丼です。
ちゃくちゃ美味しい。紀州黒潮温泉に入ってきました。温泉から夕日が見えて非常に気持ちよく入りました。熊野古道紀伊路の旅、大阪を出発してから4日目です。昨日はここ海南駅まで来たので、今日はここから、湯浅駅の方まで行きたいと思います。心配していた天気も、ちょっと曇ってるんですけど、雨は今のところ降ってないので、なんとか今日一日持ってくれればいいかなと思います。はい、では行ってきます。はい、こちら昨日も立ち寄りました、熊野一の鳥居跡ですね。はい、じゃあここからまた紀伊路の方歩いていきます。原江戸王子跡は山の中に入っていくんですね。結構本格的な山道です。原江戸王子は熊野の聖域への入り口として古礼を行い、心と体を清める場所でした。原江戸王子跡へ向かう山道には、四国88カ所霊場を模したと考えられる江戸時代頃の野仏が100体以上並んでいます。こちらでしょうか。原江戸王子跡。こちらは鈴木屋敷、鈴木姓のふるさとらしいです。鈴木屋敷。はい、こちらが藤代神社です。藤代王子がここにあったということなんですが、ありますね。藤代王子跡。はい、こちらの藤代王子は九十九王子のうちの五体王子の一つとして特に格式が高かった神社であるということです。藤代王子の押印所があります。はい、藤代王子です。鈴木さんが来たらここにどこから来たのかっていうのでアンケートを取ってます。タレントが来てもこう名前を書いていってますね。藤代坂の長石地蔵ということで、以前は17体の地蔵が1丁ごとに安置されていたそうなんですが、今は4体しか残っていないと。で、これがそのうちの1体、一丁地蔵だそうです。はい、ここからじゃあ藤代坂が始まるということですね。はい、難所というだけあって結構急な坂が続きます。ここに山頂の長石地蔵があります。全部で17丁って言ってたんでまだまだですね。はい、ここから山道に入ってきます。海が見える。もしかして最初に見えた海かもしれないですね、これ。
潮見峠では海見えなかったんですけど、はい、紀伊地に入って初めて海が見えました。はい、この辺りから竹林に入ってきました。筆捨松、こちらがすずり石です。すずりみたいなくぼみがありますね。紀州徳川家初代藩主頼信公の命により、自然の大石にすずりの形を彫らせたと伝えられる。あれなんですね。人工的なものだったんですね。なるほど。はい、ここで林道と合流しました。なんか急に家が出てきた。ここにあるんだ。こちらが峠王子跡ですね。はい、そしてここに応印所があります。峠王子スマスター、熊野寺第一の美形御所の芝というのがあるらしいので、ちょっと見ていこうと思います。ここみたいですね。人が通ってないような道です。ちょっと蜘蛛の巣が結構あるんで通りたくないですけどね。こういう道は道が草で埋もれてる感じです。あんまり通りたくないな、ここは。普段あんまり人が通ってないんでしょうね。藤代坂坂と言ってるからそんなに大したもんじゃないのかと思いきや、がっつり峠越えですね。これ上りも下りも結構な急登です。ようやく出てきた。こういう道は、はい、この紀伊地では初めてですね。これはどっちだ？こっちかな？これではない？どっちだ？カエルの鳴き声がすごいんだけど。こっちかな？やばいな、これ。こっちから行った方が行きやすそうだけど、ちょっとさっきのところ通りたくないから、ちょっと違いそうだけど、こっちから行こうかな。多分本当はこの中を通ってくんでしょうね。ちょっとなかなか通りたくないんで、どっちもどっちかこれ。でも一応道はある。一応ありますね。合ってんのかな、こっちで。合ってるっぽい。わかんない。一応合ってるみたいだな。さっきので良かったみたいですね。景色がいいところに出てきました。よいしょ。ここですね。杵本王子跡。はい、このお寺が杵本王子だったところみたいです。はい、こちらが杵本神社です。
ここに、所坂王子というのがあったそうなんですが、ありました。所坂王子。三本神社はお菓子とみかんの神様だそうですね。こちらに応印所がありました。ここから赤色のスタンプになりました。この木が立花で、今のみかんの原種だそうです。はい、こちらが一坪王子です。ポツポツ雨が降り出してきました。まだこのぐらいなら大丈夫ですけど、これから強くなるかどうかちょっと心配ですね。はい、ここから急坂が始まります。はい、結構雨が強くなってきました。レインコートを着るほどのもんでもないかなというので、一旦傘でしのいでます。はい、神楽坂王子、まだまだ急坂を登っていかないといけないです。これはなかなかしんどいです。はい、ここから山道に入っていきます。ようやく急登も終わりました。こちらが灰の峠です。結構しんどかった。はい、こちらが神楽坂峠王子です。はい、神楽坂峠王子からの下りも結構な急な下り坂です。はい、こちらが爪かき地蔵というお地蔵さんです。ちょっと急坂の上に笹の葉があって滑りそうで怖いです。あちらに見えるのが有田川ですね。これからずっと降りてってあの橋を渡ります。はい、こちらが山口王子社跡ですね。はい、山口王子社、山口王子です。今気がつきましたが、この辺の看板みんなみかんですね。ここは有田市なんでみかんで有名な有田市です。はい、熊野古道の標識もみかんになってます。はい、こちら有田川です。昔はここに、宮原渡し場という、渡し場があったそうです。有田川だと思ってたんですけど、あれを見ると有田川って書いてますね。有田市であったっけ？有田市、有田市。有田市なんだ。なかなかあれですね、読み方難しいですね。有田市でした。有田市。こちらが糸賀村の一里塚
江戸時代の初めに紀州藩が整備したと。これかな。あったスタンプ。横になってしまいましたけど、見学させていただきましょう。はい、こちらが糸賀王子社です。糸賀王子。はい、糸賀王子を過ぎまして、これから糸賀峠を越えようと思います。ちょっと前まで雨が降ってたんですけど、今はすっかり止んで、ちょっと太陽も出つつあるので、暑くなってきました。はい、さっきから熊野道のこの道標が結構何箇所も立っていて、はい、いつの時代のやつですかね、これ。ここにも糸賀王子社跡。もともとここにあったんですかね。はい、また激登りに入ってきました。さっきの灰の峠よりはそこまで高くはないと思うんですけど。はい、あちらに見えるのが、先ほど越えてきた灰の峠と神楽坂のあたりですね。糸賀峠。もうまだまだ峠は先ですよね、これ。はい、これが七曲りでしょうか。七曲りという名前の坂は至る所にありますね。林道に出てきました。これが糸賀峠。はい、着きました。この辺が今日のゴールですかね。湯浅方面でしょうか。坂川王子です。こちらにもスタンプがあります。坂川王子です。はい、こちらが大津戸峠という峠です。この峠を越えると湯浅に入るということで、湯浅の玄関口だということです。滑りそうで怖いですね。すぐ今の道。これがやっぱり海で。そうですね。天気心配でしたけど。大梅雨でしょうね。そうなんですね。ジングロっていう。だから昭和の60年までやってた。今やってないですか？やってません。やってない。もうそれは民族資料館に。そういうことですね。湯浅駅に到着です。これ。はい、熊野古道紀伊路の4日目。今日は海南駅から出発して、ここ湯浅駅まで、到着しました。まだ2時ぐらいとちょっと早いんですけれども、
ちょっとこの次の駅まで行こうと思うと、20キロ近くまた歩かないといけないので、今日はここで終了とします。今日は難所と言われる藤代坂と灰野峠、そして、糸賀峠という3つの峠を越えてきました。はい、難所と言われるだけあって藤代坂と灰野峠はなかなか越えるのが大変でしたけど、峠の上からは海も見えて、今までで一番いい景色でした。今日はちょっと早めに終わるんで、この後湯浅の古い街並みを、見学していこうかなと思います。ではとりあえず今日はこれで終了です。お疲れさんでした。湯浅駅の古い駅舎があって、それが今おにぎり屋さんですかね、なんかやってるみたいなんで、ちょうどお腹空いてきたんで入ってみようと思います。